ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールド P47 サンダーボルトは誘導路から滑走路に向かうタキシングと大空を飛び立つテイクオフについて説明していきたいと思います。キーボードのキーやフライトスティック X56 ホータスを使った例も紹介していきます。フライトスティックロジクール X56 ホータスレビューや DCS ワールド P47 サンダーボルトのエンジンの始動編も合わせて見ていただくとより分かりやすいと思います。これから誘導路に向かいますが、進む方向はラダーを使わず左右のつま先ブレーキをかけて曲がります。左に曲がりたい時のキーは左ホイールブレーキで、左コントロールキーと W を軽く叩きます。逆に右は左オルトキーと W を押します。このつま先ブレーキはかなり難しい。少し押しただけでもこのように回転してしまいます。これを防ぐ方法で一番簡単なのは、少し動きは鈍くなりますが、テールホイールロックコントロールをロックしてしまうと回転しにくくなります。キーボードでは右シフトと T を押します。X56 では SW4 に設定しています。これから誘導路に向かいますが、ここでも一つ注意が必要です。この機体の前方視界が極めて悪いです。直進しているとこのように衝突してしまいます。最初この映像を見たとき、モッキーのように歩くのが面倒だから翼の上に乗せてもらっているのかと思ったんですが、実はそうではありません。P47 の翼の上でタキシングのガイドをするメカニックマンの姿です。このようにタキシングガイドをしてくれないゲームではどうしたらいいかというと、前に走っている飛行機のように蛇行して前方を確認しながら進む方法があります。それも面倒な場合はこのように外部視点に切り替えてしまう方法が一番楽かもしれません。 X56 でホイールブレーキの設定はモードを S1 に設定して、右ホイールブレーキをかける場合はスティック側の H2 右ボタンに設定しています。逆に左ホイールブレーキをかける場合は H2 左ボタンに設定しています。また両方のブレーキは H2 上ボタンに割り当てています。滑走路のセンターラインに合わせて機体を移動させます。機体が動かないようにマウスまたはキーボードか X56 でパーキングブレーキをかけます。パーキングブレーキのかけ方はエンジン始動編を見ていただければと思います。フラップの設定をします。通常はフラップを下げなくても良いんですが、爆弾や増装タンクなど機体が重くなる装備をしている場合や滑走路が短い場合などは少しフラップを下げます。キーボードではフラップを下げるのは左シフトと F キー、逆にフラップを上げるのは左コントロールと F キーです。X56 ではフラップを下げるのを K1 アップ、フラップを上げるのを K1 ダウンに設定しています。
フラップの位置は約20度に設定します。次にキャノピースイッチを使用してキャノピーを閉じます。キーボードではキャノピークローズが左コントロールと C キー、逆にキャノピーオープンが左シフトと C キーです。X56 ではキャノピークローズを TGL1 アップ、キャノピーオープンを TGL1 ダウンに設定しています。まず混合機制御ミクスチャーレバーがオートリッチに設定されていること、またターボスーパーチャージャーレバーが完全に後方に下げてオフに設定されていることを確認します。スロットルを徐々に前進させてマニホールド圧力を30水銀中インチにします。そして合わせてプロペラ RPM 制御レバーも押して 2000rpm 付近に調整します。さて、いよいよ大空に飛び立ちます。まずホイールブレーキを解除してスロットルを押し込みます。エンジントルクに対抗するため右に少しラダーを当て舵をします。そうしないと機体は左にどんどん流されていきます。X56 ではスティックを右に少しひねります。機体のスピードが100マイルを超えたところからお尻が持ち上がります。機体のスピードが120マイルを超えたらスティックを少し引き気味にして機体の浮くのを待ちます。ランディングフラップレバーを操作しフラップを戻します。また主脚も素早く引き上げます。主脚が引き上げられると着陸装置警告灯が緑から赤に変わります。そして完全に機体に収納されたら赤い警告ランプも消えます。今回の動画はいかがでしたか？次回は着陸編を行いたいと思います。また不定期ながら順次コンテンツを増やしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき誠にありがとうございます。次回もよろしくお願いします。